平面上20個の点を打つ。半径1の円盤を互いに重ならないように何枚か置くことで、点を全てを追うことは必ず可能か？円盤は何枚使ってもいいの？いい。10枚使ってもいいなら、できるに決まってない？じゃあ、この100個の点を円盤100枚で覆ってみろ。今のは忘れて。覆えないこともあるのかな？補足しておくと、円盤の境界上の点も覆われたとみなし、円盤同士が一点で接するのも認める。考えたければ一時停止してほしい。多分答えはイエスだと思うけど、証明はちょっと。じゃあ、証明しよう。やっぱりイエスなのか。ひとまず点は無視して、平面に円盤をこんな風に細密に敷き詰めることを考える。は？とりあえず、円盤が平面に占める面積の割合を計算する。これは正三角形？ああ、接し合う三円の中心を結ぶ三角形は全て正三角形だぜ。これの一辺の長さは2で、高さはルート3だから、面積はルート3だね。そうだな。それで、この扇形3つを合わせると、半径1の半円になるから、覆われてる面積は2分の π だね。ってことは、覆われてる割合は2ルート3分の π。よくできました。さて、このような敷き詰め方は、正三角形のグリッドの位置や角度を変えると無数にあるが、そのうちの一つを無作為に選ぶ。無作為に選ぶ？無作為に選べることは一旦認めてくれないか？まあいいよ。そしたら、平面上の任意の点について、その点が何らかの円盤に覆われる確率は2ルート3分の π になる。そうだね。それで、打たれた10点のうち、何らかの円盤に覆われる点の個数の期待値は、1点が覆われる確率の10倍だな。期待値は分けて足していいってやつだね。この期待値が9より大きいことから主張が従う。覆われる個数の期待値が9より大きいってことは、ランダムに敷き詰めれば玉20個全部覆われるってことか。証明終了。見たことない感じの証明だった。何かの存在を証明するときに、なぜか確率を使うとうまくいくことがある。まさになぜかだね。敷き詰め方を無作為に選ぶことについて補足しておく。もうどうでもいいかも。今回の目的だと、角度は固定してしまってよくて、これらの正三角形の一辺が X 軸と平行になるようにする。その上で、0以上2未満の X 座標と、0以上ルート3未満の Y 座標を一様にランダムに選び、そこに一つの円盤の中心を置けば、敷き詰め方が1位に定まる。確かに。この問題はこれで終わりで、関連する問題を紹介する。点を最小で何個打てば半径1の円盤で覆えなくなるか。11個は絶対必要なのを今証明したってことだね。実際はもっと必要そうで、30個とかその辺。必要な最小個数が13以上45以下であることまでわかっている。全然未解決か。ご視聴ありがとうございました。